んだ。わかりません。ねえ、そうなるじゃん。力んだらもう遅いっていうことなんですよ。ちょっとでも力みが入ると、武術の意識で言うとどういう形の意識とかメンタリティで臨むのが。正面に礼。お互いに礼。お願いします。お願いします。はい、こんにちは、打率用道場です。今日は堀川天水さんが来てくれました。お願いします。お願いします。はい。まあ、いろいろありましたが。そうですね、なんかここちょっとトラウマあって、なんか、気がドキドキしてる。いや、だろうなと思って。いろいろありましたが、ただですね、はい、なぜあれが起きた、あれをしたかっていうと、はい、天水ともっともっと絡みたいからなんですね。ありがとうございます。はい。僕もです。やっぱすごい貴重ですよね。こんだけしつこくね、聞いてくれる人。しかも、分かっていようがいまいが、いろんな人が理解しやすいように、もっと細かく、もっと詳しくね、聞いてくれる存在。いや、もちろんですね。だから、菊野先生だからこそやっぱ聞けるし、なんか、自分と、武術、格闘技と武術の、ちょうどね、いいところに菊野先生いてくださるんで、やっぱ聞きやすいし、言葉も共通言語もなんか似てるなと思っていて。なので、やっぱ聞いちゃうところありますね。はい。はい。それこそ北川先生のコラボね、素晴らしかったですね、あれね。いや、めっちゃ勉強になりました。ね。いや、すげえと思って。そう。まあ、言語っていうのはね、本当難しいんですよね。その定義っていうものをね、共有しないと、気もそうだし、いろんな言葉があって、それを、この人はこう思ってる、この人はこう思ってる状態だと、なかなか噛み合わない、そうですね。とはいえ、言語ってそういうものであって、言語っていうのは結局 5% の世界の話でね、こっち側の 95% の方がはるかに情報量が多くて、まあだからできる範囲で、まあ、言語化していきたいなとは思っておりますが、はい。はい。お願いします。お願いします。で、それこそ北川先生みたいですよ、北川先生の言葉で、北川先生の感覚で説明してくれるっていう、こういうクリーンとかね、そういうリラックスみたいなことをね、で他の先生たちも他の角度から説明してくれる。この状態が素晴らしく武術の理解を深めていくというか。いや、そうなんですよね。だから多分一つの物事でも全然角度によって全然見え方変わるじゃないですか。なんかそれがすごくいろんな人からの意見があることによって、あ、なるほどなってのがちょっとずつ見えてきて、はい。立体的に理解ができるというかね。そうなんですよね。これ誰か一人がうわーって言っててもですよ。なんかね、あんまり広がっていかないと思うんですけど、いろんな人がいろんな意見ででも同じものを言ってる、同じものを見てるみたいな状態が素晴らしいなと思ってですね。最近すごく面白いです。はい。いやーね、だから天水さんは分かっていく過程が、多分視聴者の皆さんは、とてもなんですか、共感できると思うんでね。はい。まあでも、もう分からないでいきますよ。なんか、そうですね。多分なんか同じ目線で話ね、頑張ってしたいなと思うんだけど、それやっちゃうと多分、っていう、なんかまた、天水そっち側かみたいになっちゃうので。なるほど。確かにそうですね。自分はこっちの味方でいこうかなと思って。ありがとう。はい。じゃあ、今日も、ちょっとだけでも、なんかまた感じてもらえたら。はい。よろしくお願いします。はい。でですね、まあ、クリーンっていう言葉とか、リラックスという言葉っていう言葉と同じ意味というか、いつく、いつかない。はい。よく聞くよね、いつかない。空手でも使いますね。そこいつくなとか。あ、そう。結構使ったりします。それと、クリーンって、イコールなんですよ。イコールクリーンイコールついてないみたいなことですか？そう言えると思います。はい。というとどういうことなんですかね？まあじゃあ先に体感しましょうか。体感。まあ武器。なんかめっちゃ怖いんですけど。そうだね。まあね、ちょっと一応硬い方と柔らかい方持ってきた。いや、柔らかい方で。まあ、じゃあ先に、体感からいきましょう。はい、わかりました。まあこれ、そうね、現代社会において刀を持ってる人っていないので、まあさっきの木刀であったりだとか、金属バットとか、そういう認識で感じてください。はい、わかりました。で、僕が、これから天水を襲います。大丈夫だから。大丈夫だから。逃げるって選択肢もあるんだけど、じゃあ、今は逃げれない状態。そこにじゃあ、
守るべきものがあると。はい。っていう設定で。この人を盾にすることは可能ですか？守らない。そうか。守る。はい、わかりました。まあ、逃げれないという設定の中で、どうにかしなきゃいけないと。うっす。はい。じゃあ、どうにかする。はい。僕は、まあ、そいつ、二人を襲おうとしている存在。はい。攻撃してもいいってことですか？もちろんです。しないとね。押す。押す。うわー、死んだ。あ、でも悪くなかったですよね、今ね。まあ、ちょっときつかった。まあ、でも悪くなかった。しっかり死にましたけど、今。でも、結構良かったよ。良かったですか？うまく良かった。本当ですか？いや、全然なんか、良かった痛みじゃないんですけど。結構な痛みだったんですけど。さすがって感じ。本当ですか？もう一回行こうか。やだな。結構痛かったな、今。しゃー。うりゃ耳キーンなんですけど、耳キーンなったやつですか？はい。怖いよね。怖いです。今度は刃物です。はい。刃物なのでさ、また木刀とはまた違うし、あとちっちゃいからね。はいはい。間合いは狭いけど、ちょっと、より怖いから。おっす。もう一回よ。後ろが刺されてますね。むずいよね。むずいっすね。つまりそういうことというか、はい。格闘技ってさ、はい。いいじゃん、食らっても。そうですね。倒れなきゃいいみたいな。そう、そう。はい。食らいながら殴るとかも当たり前にあるし、はい。なんか多少の、まあね、無視してもいい攻撃もいっぱいあったりだとか、食いしばればいい攻撃、踏ん張ればいい攻撃。はい。でも、これだって一発で致命的になったりするじゃない。そうですね。もうだから、この辺にかするだけでも死んじゃいますもんね。そうなのよ。はい。つまり、はい、踏ん張っちゃいけないわけよ。あー、なるほど。止まったら負ける。まあそう言ってもいいかな。はい。で、踏ん張らない状態を、いつかないと言ったり、はい、クリーンと言ったりもする。あー、なるほど。はいはいはい。それこそさ、はい、ほら、怪しいのでこう、テニスが倒れるってなったりとかさ、はい、こうやってさ、はい、崩れる練習でした。はいはいはい。で、これが、まあ、止めちゃう状態も、はい、ここが踏ん張ってることだし、はい、あと、自分でこう曲げる。はい、これも踏ん張ってる状態。踏ん張ってる、まあ、筋肉の収縮縮んじゃってる状態。あ、意識して曲げてる。そうそうそう。意識して曲げてるのも力みだし、はい、もともと動かないのも力みだし。はい、その踏ん張ってる状態が、このナイフが来た時とかに、動くのを邪魔してるのね。あー、なるほど。はい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 。遊びって言ったりするけど、力みとか遊び。はい、それが、こう、動きを吸収してしまうのね。隙間であったりだとか、こうなんかシワみたいなもんで、はい、そこがあるから、こう、動こうと思った時に、タイムロスが起きる。はい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 。だそれをなくした状態っていうのが、クリーンであり、いつかないっていう状態。じゃあ、簡単に言えば、いつかなければ、ああいう状況でも対応できる可能性がある。可能性が、そう。今のおっしゃる通りで、はい、いつかないから守れるとは話が違って、ただ、可能性が上がる。へー。なんかそこが、いまいち結びつかないというか。ね。はい。まあ、俺もね、だから可能性の問題だから、はい、全然勝てるとは言い切れないんだけど、はい、でも、そうね、じゃあ、ちょっといつく状態やってみるね。はい。こう。今のはいけた、いついてなくてもいけたね。はいはい。じゃあ今度は、いついてない状態。はい。はい。なんかいついてる状態はなんか攻めやすさはなんかありました？そうだよね。はい。なんていうんだろうな。まあ同じ感じっていうのは、いついてる同士の、こうね。はいはいはい。なんか、
わかるところあるよね。はい。今いついてない状態。はい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 。今、ね、これ刀じゃないからさ、はい、掴んでいいわけよ。はいはいはい。で、いけると思ったから一旦。なるほど、はいはい。感じたままに動いた。そうだね。なるほど。そうだね。こうしよう、ああしようっていうのは未来のことで、はい。考えてる状態。はい。今のは感じた状態。まさほら、横の間北川先生がやってたやつを感じてる。今、感じるってことは、はい、今ここにいるのよ。感じるのは今だから。なるほど、なるほど。考えるが未来のとか過去の話だ。はいはい。いけるかなと思った時に躊躇なくいった状態が今の状態。じゃあ今こういう状況で相手はこう構えてるからこうやっていってこうやっていこうって考えたらもうできない、遅いってことなんですね。そうだね。そういう、それだと情報が足りないし遅いのね。心が遊んでる状態。なるほど。で、膨大な情報なんだよね。はい、天水の力みであったり、呼吸であったり、緊張であったり、間合いであったり。あー、なるほど。はいはいはい。膨大な、あと俺の状態とね、はい、この場所の感じと、はい、それらを総合して、いけるっていう無意識がはい判断した瞬間っていうのは、まあ、俺の中の正解なのよ。あー、なるほど。そっか。それを一個一個見ていったとしたら、もう遅いですもんね。あ、呼吸が今こうで、そうそう。構えがこうで、緊張がこうでってのを一個一個見ていったら、もうその時点で遅くなっちゃってるっていう。意識っていうのは直列なのね。はい、一つのこう、あれ、これって。はいはいはい。無意識ってのは並列なのよ。もうスーパーコンピューターが全てを同時にやってくれてるんだよ。あー、なるほどなるほど。はいはい。いろんなマルチタスクにこうバーって開いて、その通り。全部起動してる状態みたいな。そう。はい。だってさ、今俺らもさ、はい、呼吸しながらさ、重力に対してバランスを取りながらさ、はい、身振り手振りしながらさ、はい、呼吸の発声秒のかけながら口ペロを動かしながらってさ、はい、すごいタスクを、コンピューターって多分とても難しいタスクを、はい、当たり前に並列にやってんじゃん。なるほど、はい。こっちが、まあ、本当に大事というかね。こういう技術で。はい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 。だってさ、例えばよ、あーっていう発音を、はい。言語化して、どうやってやる？口を開けて、喉を震わせて、音を出します。これでも、これ、どれでもあーって言う。おーってなっちゃうな。口を開けて。はい。あー、大きく開けて、丸くして、はせこいですよね。せこいじゃないですか。あーって言えますよね。言語化してよ。あーとかーの違いってどうやってやるの？わかりません。ねえ、そうなるじゃん。はそうなの。だからね、言語化ってね、限界があるのよ。なるほど。言い切れない。はいはい、俺だって無意識にもう感覚で掴み取ってるから、はい、もうそこを言語化しないで済んでるけど、はい、結局そういうこと、言語化なんてね、できないのよ。ああ、もう、そこ、まあ、そういう、できないこともあるっていうことなんですね。厳密に言うと多分できないと思う。全部。ああ、なるほどですね。立つってことすら言語化できない。だって呼吸しながら俺らの重心って変わってるしさ、はい、もっと言うとよ、膨大ななんか粒子みたいなのが俺たち当たってるわけじゃん。はいはいはい。それに対して俺たちバランス取ってるわけだ。だってエネルギー絶対こう当たってるわけでしょ。そうですね。それを説明できるかって言ったらさ、確かに地球も自転してるし。そういうこと、そういうこと。はいはいはい、できない。細かくね、具体的に言うのは。はいはいはい。だから、ざっくり言うしかなかったりやすい。捉えるっていうか、感じる。なるほどですね。そう。はい。そうなのよ。でも、どうしたらいいですか？その、いつかないようにするためにってとこが、じゃあちょっと知りたいんですけど。そう。ほら、この間いっぱいやったじゃない。はいはいはい。クリーンのところで。そう。まあ、あるいは一つの稽古法だけど、はい、要は体の中の踏ん張りだよね。今、まあ、無意識にいっぱい俺たち力んでるわけだ。はい。そう。で、それが、はい、まあ、楽にしてね。はい。悪くなかったんだけど、はい、今やっぱりこう、未来、つまり、こういう形をしようと思って、膝を曲げたのね。でも曲がりますよね。曲げるのと、はい、曲がるのは違うわけよ。はい、曲げるっていうのは天水がここの筋肉を縮ませて、はい、曲げるなんだけど、はい、今やってほしいのは、はい、耐えないのよ。踏ん張らない。はいはいはい。この状態と、この状態ではこう違うよね。はい、で、もうちょっと待ってね、これね。はい、
今、この、俺が上から下に押しているものを、はい、天水が今、この形を守ろうとして止めている状態ね。耐えてる状態。はい、で、その止めてるものをやめるだけ。踏ん張っているものをやめるだけ。天水は膝を曲げるのではなくて、はい、今頑張ってるものを外すだけという結構ね。はい。こう、今こう、今なんと曲げちゃった。一回ちょっと我慢してね、止めといて。はい、今これで拮抗してるね。はい、で、これを外すだけ。今のが曲げちゃったら、すぐっていっちゃう。そう、だから、無意識なんだよ、こういうのってね。はい。はい。無意識が、こう、いざって時に邪魔するわけ。ってこう。これ曲げちゃうと、なんでついちゃうんですか？これが力みっていう状態。ああ、なるほど。で、力んでる状態っていうのは、例えばね、はい、ちょっと技かけるよ。はい、例えば、はい、ちょっと耐えてくれる？はい。この状態。はい。今、俺がテンスに技をここにグッとかけようとしてるんだけど、はい。ここがほら、見てこれ。曲がってるじゃん。そうですね。はい。で、ここで今力が逃げてる状態ね。はいはいはい。伝わりきってない。そう。はい、テンスにこうしたいんだけど、はい、ここに逃げてる状態。はい。で、まあ、コップで今カチッとはまったら、ここからいけることができる。はいはいはい。で、この今、グニってなってる状態。はい、グニってなってる状態。はい。これを遊びとも言える。肩が逃げてる状態。そうね、そうそう。はい、逃げてる状態ね。はい、そう。はい、力が逃げたり、重さが逃げたりしてる状態。はい。で、つまり、例えば地面を蹴ろうと思っても、グッてこうなる。はい。これが遊びなんだよ。つまり、はいはいはい、遊び。はい。刀で切ってきて、上からこう来て、はい、そうで、これがこう来てるのに、この時にはもう食らっちゃうわけだ。はい。はい。だからこの、グッてこう曲がってるのに、要は力入れてるのに、はい、動いてない状態。はい。これは、まずいわけよ。うん、遅いタイムラグ。はい。例えば今横に動こうとするのであれば、この蹴ったものと動きが一緒じゃないといけない。はい。蹴ったものと動き。ただこう膝曲げただけだと止まっちゃうけど、曲げて動くってことも同時にやんなきゃいけない。そう。つまり、つながってるというか、シワがないというか、はい、遊びがない。いついてない。はい。グッ動くっていうのと、もうこの武器のやり取りだったら、致命的なやり取りだったら、目つき金的でもそう、こういう状態でも、はい、致命的な攻撃が発生する状態では、グッ動くっていう状態は遅いわけ。そうですね。はい。だから、これが、グッてこの力がグッてこう止まる瞬間がない。この状態。はい。だからこう、北島のようにこう入ってくる。これが、グッだと遅いわけよ。はい。そう。格闘技だったら、それがそんなに致命的にはならないんだけど、はい、こういうね、なんか武器とかそういう状態だと、グッっていういつき。ああ、なるほど。もう力んだらもう遅いっていうことなんですよ。ちょっとでも力みが入ると遅いよね。遅いし、威力も落ちるし、技も、例えば、はい、さっきのこの叩いてね、はい、グッてこれが技かけなくするし、はい、なんでかかんないかっていうと、天水にこのタイムラグによって、情報がいくのよね。はいはいはい、圧がかかってるけど、まだ天水は崩れてない。うん、その時間の中で天水は耐えるってことができるわけよ。はい、だけど、この、俺のエネルギーとこれが同時であると、耐える間がないでしょ。そうですね。耐えようとすら思えないというか。そう。はいはいはい。この、いつきに起きるタイムロスの時間に、はい、天水は危ないから耐えようってことが始まるのよね。うん。はい。反射っていうやつ。はい。この安全を守るために、こっち側に力が発生する。うん。でも、わざとエネルギーが同時っていうか、この遊びがなんか一気にこう来られたら、うん、耐えるボタンを押せねえんだよな。そうですそうですね。はいはい。これがいわゆる技術的な技だよね。遊びがない。ああ、なるほど。遊びがあるっていう状態は悪い状態ってことですね。つまり。まあ、そうだね。はいはいはい。悪い状態でもないね。それうまくこの間も説明したと思うんだけど、はい、遊びもつながりもどちらも大事で、そう。はいはいはい、はい。どう使うかなんだよね。なるほど。はい。起こしたい現象によって変わってくる。その通りです。はいはいはい。その通りです。そう。うん。で、それを選択できるっていうのが大事で、はい、で、クリーンって難しいから、はい、クリーンを丁寧に傾向する、つながっている状態を丁寧に経過した上で、それをもっと強化もできるし、遊びも作れるしっていう
自由度を得ていく。はあ、なるほど。結構なんかいつくって自分の中ではこう精神的なものなのかなっていうイメージもすごいあるんですけど、精神的な面で言うとどういうふうにしていくことが大事ですか？ですね、まあ、あえて分けたら分けます。心と体っていう分けだね。はい。でもさっきの話で本当は一つなんだよね。まあそうですね。まあ言語化するために分けるけど、例えば、怖いな。もういつきだよね。そうですね。もうだって、こんな構えてるやついたら、めっちゃ怖いですもんね。怖いよね。しかも、菊野さんがこんなん持ってたら、もう、恐怖でしかないですもんね。そう。怖いってのは、その結果に意識がいってるよね。こう頭割られたらどうしようとか、捕まったらどうしよう、自分の大切なものが守れなかったらどうしようっていう、未来に意識がいってる状態っていうのは、今ここがおろそかになるわけよ。ああ、はいはいはい。なるほどなるほど。遊びだよね。タイムロスが生じる。結局不安って一番人間緊張したりとか恐怖抱いたりとかっていう原因の一つですもんね。そうなんだ、不安迷いってのはもう散々試合でも感じたことあるでしょ。そうですね。もう俺もう悲しい経験がいっぱいある、苦しい経験が、不安迷いによってパフォーマンスが出せない、で欲も一緒だよね。ああ、なるほど。欲も未来のね結果に意識がいってる状態。例えば持ってる方だったらこれでやっても勝ち割ってやろうかもう。それはいつきだよね。そうそこに付け入れ隙があるわけね。そう。なるほどなるほど。そうかそうか。そういうやっぱり気持ちの面ででも絶対怖いじゃないですか、間違いなく。怖いんだけど、怖いと思ってたらいいパフォーマンス出せないわけよ。試合まではいいよね。試合まではさ、ガタガタ震えててもいいわけじゃない。こう始まった時にこうなったらもうダメじゃない。ああ、なるほど。こうやって戦ってる時はもう相手の人が全部集中でしょ、もう。例えばじゃあどういうこうメンタリティで臨むのがこう菊野さん的には正しいというか、こう良いと思われてる感じですか？まあルールにもよると思うんだけどね。要はその危険なルールであればあるほど、今この瞬間に集中しないと、今の勝負じゃない。そうですね。まあもしかしたらフルコンタクト空手だったら3分間という時間があって、あとまあそのボディの打ち合いってなると、そんなにすぐ決まらない。そうなると3分間を総合的に考えて、時間配分とか、こうね、しなきゃいけなかったりすると思う。ちょっと今こことは少し、でも、まあその中での多分今ここだとは思うんだけどね。まあ狙いすぎるとダメだとかね。迷っちゃダメだとかね。そう。例えば野球サッカーだとまた全然ね、話が違ってくるだろうし。そうですね。そのボールが投げられてから到達するまでの本当に数 0. 何秒みたいな。もうあるし、9回までのね、計算をしなきゃいけないとかね。そう。じゃあ、菊野さん的に武術の意識で言うとどういう形の意識とかメンタリティで臨むのが良いというか。もう今ここですよね。いや、そうか。だからもうそれ、don't think, feel ですよ。じゃあもう、覚悟を決めるとかっていうのと近かったりするんですか？例えばもう、木村さんがそういう状況に面したときに、例えば相手がもう、とっても長い、刀持ってて逃げられない、守らなきゃいけないってなった場合は、どういうメンタリティ、覚悟を決めるんですか？そうだよね、意思決定っていうのは、やんのかやらんのか。それを決めてないと、こうなるよね。でもやるって決めて、で、その時の最適をこう無意識に任していく。その状態が多分一番パフォーマンスは結果わかんない。なるほど、なるほど。もう死んでしまうとか、怪我してしまうとかって、もう全部もう。それは未来だもんね。取っ払っちゃう。うわ。だから北川先生はほら、要は、インプットとアウトプットみたいな。インプットの状態がリラックスしてる。言ってましたね。そうだ。インプットするってのは感じるってことじゃん。考えるってことじゃないよね。なるほど。これクリエイティブなんだよ。なるほど、新しいものを作るんだよね。だから迷ったり悩んだりするんだよ。欲もそうだよね。未来のことをクリエイティブする。想像するときにやっぱりこう考えて、ここから出てくるもので作ったりみたいな。そう。で、この感じるっていうのは、今ここをインプット。そうか。もうスイッチみたいな感じなんですかね。スイッチ切り替えるみたいな状態。そうだね。その戦うモードっていうのかな。だから俺もそうだし、小次郎なんかもさ、この間の試合でいいパフォーマンス出せたりしたのは、そこが多分稽古されてきたから、人よりも情報を得られるし、人よりもリラックスして動けるということ。だからパワー、スピード、スタミナを超える可能性がある。なるほど。確かに小次郎くんなんか全然恐怖感なかったですもんね。そうですね。なんか笑っちゃってたりしてましたね。そう。あいつはおかしいんだよね。なるほど。今ここにいるから、恐怖っていうものがないんだよね。
はあ、そうか。別に未来考えるから怖いけど、そう未来を考えなければ怖くないと。そう。まあ確かにな。殴られたらこうなるなと思った瞬間恐怖でああ、じゃあもう、割と陽キャパリピはもう今ここですね。あ、そうもう、百歩で、もう、そう、ここしかのことを考えず、さ、もう死ぬまで飲むぜ。それがいいとは言わんけど、でもそのね、今ここのクリーンな感じですね。そう、クリーンな感じだね。なるほど。確かに、その、やっぱパリピは絶対だって、先のことなんか考えてないですもんね。そうだね。あいつらは。でも誤解をそうですよね。その、クリエイティブも大事ですからね。そう。そう。だから、戦うまでは、いざって時までは、いっぱい悩むと成長するんだよ。そうですね。で、行うこと、何かすることに関しては、使うことに関しては、この無意識がすごく重要。意識はクリエイティブ。迷う。欲しい。そう。こっちは、使う。なるほど。今持ってるものを、いっちゃん上手に使ってくれるわけよ。そこにもう任せるというか。任せる、そう。そう。なるほどですね。だから自分も結構試合出てた時は、いっぱい3ヶ月以上前であれば、結構いろんな技を増やしていったりとか、こう自分のこうレパートリー増やすみたいなことを結構やっていって、そこからなんかこう減らしていったり削っていったりみたいな作業やっぱりしてたんですけど、なんかそういうのとやっぱ似てるかもしれないですね。そうだね。いっぱいこう自分でできるものを増やしていって、そこから削っていったり、こう必要ないなってものがなくなっていったりして、どんどんこうまっすぐ集中していくというか。そう。で、おそらくでもね、無意識レベルが全部蓄積されてて、必要な時には多分出てくる。そうですね。そう。だからもう意識なんて 5% の話だから、その無意識を磨いていくっていうのがすごく重要だよね。なるほど。そうですね。この前のその最初のコラボかなでやったと思うんだけど、例えばこのお父さん指とお母さん指を引っつけて、なんでもね、これ頑張って剥がされないようにしてね。このぐらいの力。じゃあ今度はガッチャンって言いながら引っつけて。ガッチャン。同じように頑張ってね。この感じよ。ひっつけて頑張ってねって言われた時のこの意識に上がってきたもので頑張った状態っていうのは非効率なんだよね。非効率。で、ガッチャンっていう無意識が、ガッチャンってどんなイメージ？硬いイメージですね。硬いイメージだね。なんか鍵がかかるとか合体するとかね。で、そういう無意識でこの仕事をした時は、いっちゃん効率的にやってくれてるわけよ。なるほど。いっちゃんいいやつを。なるほど。懸垂の中でいいやつを。その力感とか力み方とか緊張とかがこう適切になってる。そう、適切になってる、その通り。そう。だからこれと勝ち負けはまた話は別なのよ。懸垂の持ってるものの中のベストを今やってくれてるってだけで。そう。勝ち負けは相手のね、強さもとかね、時の運もかかってくるから、またそれはあれかかるんだけど、そこにコントロールできないものに意識がいっちゃうと、自分がおろそかになっちゃって、いいパフォーマンスが出なくなるのね。そうですね。だからコントロールできないものは置いといて、コントロールできるものに集中したら、結果、いいパフォーマンスが出て勝ちやすいっていうね。そっちの方が合理的だよね。そうですね。だから、結構みんなが使う言葉で言うと直感とかにも近い感じですよね。多分こう意識して考えて出てきたものとじゃなくて直感的に動くとか直感的にこれを選択するとか、そういうものにこう近いことってことですよね。そう。直感っていうのが正解なんだよ。無意識が総合的に判断して、これだいけるもそうだし、っていうのも。なるほど。膨大な情報な 5% で考えてるのが思考だよね。これだって感じるのが、全部。そう、なんか、この最近脳のちょっと、勉強したというか、勉強したんですけど、そしたらなんか、その脳の大脳基底核っていうところがあって、で、前頭前野でこういろいろ考えてやるけど、最初に反応するのが大脳基底核っていう部分らしいんですよね。そこが反応して、で、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていう直感が生み出されるのがそこらしくて、で、そこって全くその言語が司られてないから、だからそれが言語化できなくて、結局言語化してる時点でこっち使っちゃってるから、もうなんかそこのタイムラグがだいぶあるらしくて、その大脳基底核でパッと動くのが直感的で、結構その自分の経験とか蓄積のもので判断してるところがあるらしいんですよね。要はそれをうまく使うみたいなことなんでしょうね、多分。そうだと思います。そうなの。
なんかそれを見てなんかこう、菊野先生とか北川先生が言ってるのは、そういうことかと。ここが多分、めちゃめちゃ重要なんだろうなと。分けないと言語化できないんだよね、まずね。どことどこですか？俺がこの動きをする。宇宙の中で。怪しい顔の落としをね。出ましたね。はい。俺絶対できないですよね。より怪しいですね。誰つよ道場はリアル稽古は毎日、オンラインクラス、アーカイブ動画、教則動画もあり、各地で稽古会を開催。コスパ最強です。詳細は概要欄をご覧ください。絶対に誰でも何歳でも強くなれます。